こんばんは。皆さん、元気でしたか？今日はマシュマロをいくつか紹介しながらお話ししていきたいと思います。ずいぶん前にいただいたものばかりなんですが、今日は、ちょっと丁寧に紹介していきます。はい。まず、こちら。いつもクオリティの高い動画をありがとうございます。リクエストというより動画ネタ提案なのですが、今までにあまりないシチュエーションとして、疲れていないけど、明日のために早く寝ないとな時、向けボイスなんてどうでしょうかと。なるほど。えっと、これは、確かにって思ったんですよね。割と添い寝系のボイスとかって、一日の疲れをねぎらったり、あと、落ち込んだあなたを励ますとか、そういう系がどうしても多くなりがちじゃないですか。で、私もそういうものを割と作りがちなんですけど、でも、聞く方からしたらさ、聞く方も、いつも元気がないわけじゃないじゃないね。元気はあるけど、なんか、あんまり眠れないとか、別に落ち込んだりしてるわけじゃないけど、明日早いから早く寝なくちゃいけないとか、そういう状況だってあるわけじゃないですか。で、そういう時に励まし系ってちょっとさ、トゥーマッチっていうか、な感じがするから、確かにこういう、逆に元気だからこそ、ちょっと気分とか気持ちを落ち着けて寝る準備をしたいみたいな時に使えるボイスがあるといいなって、思ったので、これはね、考えてます。考えてるっていうか、一回撮ったんだけど、ちょっともしかしたら、気に入らなくてボツにするかもしれない感じですね。でもこれはね、そのうち出したいと思います。リクエストというかね、提案ありがとうございました。すごく参考になりました。あとね、こういう系で、以前、これはツイッターでお返事返してあるんですけど、あの、僕こ聞いてみたいですっていうリクエストがありまして、で、これはね、だいぶ前で、もちろんまだ実現してないんだけど、あの、一応、考えがあるっちゃあるんだけど、なんでしょうね、この前、あの、ゆりをね、一個出してみたんですけど、その時も思ったんだけど、なんか、ゆりとか、僕子とかも、意味としては知ってるけど、ジャンルとしてちゃんと触れてこなかったから、ジャンルとしてどういうものなのかっていうことがあんまりよくわかってないんですよね。で、じゃあゆりは、例えばさ、ゆりはさ、相手を女性っていう設定にすれば、じゃあそれって全部ゆりなのかどうかが私にはわからなかったし、あと、じゃあ僕子も、女性が一人称を僕にすれば、それで全部僕子っていうジャンルになるのかっていうのかが、
ちょっと自信がないっていうかわからなくて、そう。だから、少しリサーチが必要だなって思ったんだけど、うん。でも何でもありっちゃ何でもありなのかなっていう気もするし、うん。でも僕子も、ちょっとね、シチュエーション浮かんではいるんだけど、撮るところまでは行ってないです。ちょっとね、そのジャンル、あんまり適当なことをやりたくないっていうのもあって、やっぱそのジャンルが好きな人たちに失礼になりたくないから、でも一回撮ってみようかな、僕っ子とかも。うん、まあ、撮って出してみて、皆さんの判断を仰ぐっていう、手もあるかな。うん。はい。ね、あの、まあ、何もかもすべて、実現させるとはちょっと言えないんだけど、普通にできないものとかもあるので、だけど、こうやってリクエストとか提案とか、あの、気軽に送っていただけたら、結構嬉しいかもしれないです。うん。いろいろと、やっぱ自分にない発想をもらえるのはすごくありがたいので、はい。ということで、考えています。はい。メッセージありがとう。二つ目。ゲーム好きのサラさんに、いつかディビジョンに挑戦してほしいですと。はい。で、これは、このメッセージいただいたのが年末だったと思うんだけど、年末ぐらいから、やってます。ディビジョン2。知らない人のために言っていくと、ディビジョン2っていうのは、ゲームなんですけど、ディビジョン2は舞台が、アメリカのワシントン DC で、なんて言ったらいいんだろう。簡単に言ったら、なんかバイオテロなのかな、あれは。とにかくなんかこうウイルスで、めちゃくちゃになった街で、こういろんな勢力が台頭してきて、そこから街を、取り返す、政府機関の、エージェントとなって街を取り返すみたいな、そういう話で合ってる。うん。それはね、やってますね。はい。あのーあれもね、オープンワールドだけど、やっぱオープンワールドのゲームがもう最高に好きで、うん。ツイッターとかではね、結構お話ししてるんだけど、うん。サイバーパンクとかもすごい好きだし、うん。マップが広くて、こう、割と自由度が高くて、やることが尽きないっていうようなゲームが本当に好きですね。うん。で、そうそう。で、サイバーパンク、ディビジョンもいいんだけど、サイバーパンクで、深夜の散歩みたいなのをやりたくて、うん。あの、30分ぐらいの時間で、ただ単に、目的地まで、散歩するっていう、動画をいろんなゲームでやってみたくて、最初はね、サイバーパンクでやりたいって思ってるんだけど、
戦闘したりとか、そういうこと一切せずに、ただ、話しながら歩くだけみたいな。寝落ち用にもしてほしいんですよね。そうそう。で、ちょっとね、いつもと違って動画も撮らなきゃいけないので、一体いつ出せるかちょっとわからないんだけど、チャレンジしようとは思ってます。はい。ということで、今ね、ディビジョンめちゃくちゃ、まあめちゃくちゃ、やってます。まあまあやってます。はい。メッセージありがとうございます。次。Thank you for your ASMR videos. Keep on doing it. Your voice is beautiful. Thank you. ありがとう。英語でね、メッセージをいただきました。ASMR 動画ありがとうございます。続けてください。あなたの声は美しいですと。そういうメッセージをいただきました。ありがとう。じゃあ、ちょっとあんまり上手じゃないんで恥ずかしいんだけど、せっかく英語でメッセージいただいたんで、少し英語で返事したいと思います。Thank you for your message. Maybe I said this million times, but the word you said made me so happy. I don't like my voice, but that made me a little confident. Yes. So, thank you again. はい。メッセージありがとうと。何回も言ってると思うけど、こういう、あなたが言ってくれたような、そういう言葉は、言われるとすごく嬉しいし、私は自分の声が好きじゃないけど、少し自信が持てますと。はい、言いました。せっかくなんで少し質問してみようかな。I have questions for you, like, not Japanese speakers. How much do you guys understand my content? Do you understand Japanese a bit? Or maybe it doesn't matter for you guys. And I always add a description box to I always add English description on each content. Can you see that? Did you see that? I don't know if my English description means for someone, you know? So
I hope it helps someone to understand my content. うん。うん。質問があります。英語を日本語喋らない皆さんに質問がありますと。どのぐらい私の、動画を、理解してますかと。少し日本語がわかる、少しわかるぐらいなのか、もしかしたら、内容がわかるかどうかは、問題じゃないかもしれませんねと。で、あと、私の動画は、ほとんどの動画に、英語のタイトルと、概要欄を追加してあるんですけど、それ誰か見てますかと。誰かの役に立っているかわからないけれど、役に立ってたら嬉しいですっていうようなことを言いました。はい。ちょっとね、英語あんまり喋るの得意じゃないんで、下手だったかなと思うけど、伝わりましたかね。Did you get my poor English? I hope you got it. うん、うん。And I can't speak any other language except Japanese or Japanese and English, but at least I can understand English. So if you don't know anything about Japanese, but you know little English, you can always write me in English. So I can respond in English or Japanese. Yes. I love comments and messages from outside Japan. It's precious as well as Japanese audience, you know. So thank you again. I hope I will hear from you guys from outside Japan more. 日本語と英語以外に喋れる言語はないんだけど、もし日本語が全然わからなくても、英語なら、英語でならお返事できるので、いくらでも、メッセージしてきてくださいと。で、日本の視聴者さんたちと同じように、外の視聴者さんたちも、すごく同じように特別なので、もっともっとあなたたちの声が聞きたいです。はい。そんな感じでしょうか。もうちょっとこれ以上恥ずかしくて。メッセージありがとう。次。作品はどんな時に思いつくんですか？考えてるんですか？新作楽しみにしてますね。と。これはもうほとんど、寝る前のベッドの中ですね。うん。私寝つきがあまり良くなくて、どうしても、ベッドに入ってから1時間ぐらいは寝られないんだけど、そういう時間に考えたり
してます。うん。やっぱりセリフとか割と細かいことを考えなきゃいけないから、やっぱすごく静かで考えるっていうことだけできる時間じゃないと、ちょっとね、無理なんですよね。そうそう。だから、うん。だから移動時間とかにできればいいんだけど、なんかどうしても気が散っちゃってできないから、うん、寝る前の時間になってます、いつも。うん。けどね、これ欠点は、あの、寝る前だから、あの、メモしたりできないんですよね。うん。すればいいんだけど、するとさ、寝れなくなっちゃうから、そっちに集中しちゃって。そう。だから、こシチュエーションとか思いついて、あ、こうしよう、こうしようってセリフわーって一連の流れを考えて、そのままスッて寝ちゃうから、次の日の朝ね、半分ぐらい忘れてるんですよ。そう。だから、まあ、また次の日は、その思いついたのを思い出すところから始めて、全部ちゃんと思い出して、あ、これいけるなってなってまた寝るじゃないですか。そしたらまた半分とか、まあ、少しずつね、忘れる量は減っていくんだけど、でも忘れちゃうから、結構ね、何日も同じこと繰り返してます。でもそうすると、結構しっかり骨組みが出来上がっていくので、これはもう忘れたくないなってなったら、だいぶ骨組みができてくると、あの、ちょっと空いてる時間にメモで書き起こしたりとかっていうこともできるので、うん。最近はそういう感じが多いかもしれないです。うん。まあ、あとは、そこまでしっかり流れとかセリフとか決めないで、シチュエーションだけ決めて、もう全部アドリブでやることもあるんだけど、うん、まあどっちかですね。あとは、なんだろう、やっぱインプットがあったとき、シチュエーションとか、あと、このセリフ言いたいみたいなのがパッて思いつくかもしれない。うん。なんか映画見たりとか、ドラマ見たりとかした後とか、まあ、見てる最中とかにもないことはないんだけど、うん。このシーンいいなとか、こういう関係性いいなって、何かあったら、その時にシチュエーションパッて思いつくことが多いですかね。はい。うん。メッセージありがとう。はい。マシュマロはこれで全部です。はい。なんかね、みんな暇な時とかさ、きっと、パッて何か思いついた時に、とか、あと、私が一応、マシュマロをね、ツイッターの、タイムラインに流してるので、それに偶然当たった時とかにね、ふって思いついて送ってくださるんだと思うんだけど、うん。なんかそういうのがすごく面白くて、好きなので、もう割と好き勝手に自由に送ってください。基本的にね、全部、あの、読みますので、はい。うん。あの、確実に悪意を持って、私のことを傷つけようと思って送ってるメッセージ以外はちゃんと全部読みますので、ないんだけどね、そういうの。今までに一度も、はい、ないです。ありがたいことに。うん。なんで、気軽にね、送ってください。なんか、今日は
お昼何食べたとかさ、そんなんでも全然いいので、はい。じゃあ、今日はこれぐらいにします。うん。今日は少し、トーン抑えめというか、少し低めに、喋ったつもりだったんですけど、どうだったかな？うん。だんだんね、少し暖かくなってきて、春っぽくなるのが、本当に待ち遠しいよね。でも、まあ、体壊しやすい季節でもあるから、また、みんな、体調崩さないように気をつけてくださいね。はい。じゃあ、このぐらいにしましょう。じゃあね。おやすみ。ゆっくり寝てね。バイバーイ。